オラスコジコンポンポテトで今日もネタを続けていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、新種マイケル現象インパクト編やっていきたいなと思います。こちらのガチャ来ましたけども、前回ねチェフとやってきたんですけども、今回やっちゃうとですね、また画角同じでつまんないなというところと、キャッチングがですね今回に強いことは分かってるので、キャッチができないシュートで検証したいということで、今回インパクト編からやっていきたいなと思います。検証法ですね。検証方法は前回と似てるところになります。ゴールキックをカットして横に移動してインパクトシュートという形です。キッカーは配布メッシュでパワーゲージは 50% 以上、ポストとか枠外は除外しています。30本程度ずつ検証していきたいなと思います。で、今回使っていく選手はもちろんシュマイケルなんですけども、ゴールキーパー1、ゴールキーパー2、ゴールキーパー3をですね、極めた状態で、他の数値は90に合わせてきております。早速見ていきましょう。センス極みから見ていきましょう。インパクトシュート、この距離でインパクトシュートという時点でね、結構フォワードの方が有利な感じもしちゃいますが、どこまで、対応してくるのかというところが注目ですね。はい、見ていただきました。無難には止めてはいたかな。反応は早かったのかなっていう感じはしますけども、ただものすごい理不尽感っていうのはあんまりなかったのかな。そんな感じはしましたね。じゃあちょっと次行きましょう。ここからはゴールキーパー2ですね。ディフレクティング、そしてクリアリングが上がる状態になってますね。今までね、ディフレクティングとかの効果っていうのは正直あんまり感じたとこはあんまないんですけどもね。特に今回インパクトシュートなので基本的に弾くことになると思いますので、そのクリアリングがどこまでね効果を発するのかってとこは気になりますよね。はい、見ていただきました。弾くのうめえ弾くのうまいわ。これちょっとね、また後で詳しく言いますね。確実にボールを出す技術、これがうまいなっていうのは思いましたね。ちょっと今回ポンポンいっちゃいましょう。次行きましょう。次、ゴールキーパー3ですね。コラプシングとキャッチングの部分になっていきます。ただ今回に関してはですね、キャッチングは正直もう封じられてますので、このコラプシングがどこまでね、影響してくるのかというところですよね。はい、見ていただきました。やっぱステップなしのセービングはうまい。コラプシングのことなんですけどね。ちょっと具体的にはこの後、またちょっと説明するんですが、一旦データを見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、ということでですね。これ、約の表示にはなっているんですが、ちょっと意外な結果にもなったのかな。ゴールキーパー2がですね、データ的には一番、良かったと。今回ディフレクティングですね。良かったという形になりましたね。ただね、データだけで見るのはいつもね、やっぱもったいないよっていつも言ってはいるんですが、この差というのもですね、実は1、2本程度、数本でこの差はひっくり返っちゃうので、参考程度にしてほしいなと思います。はい、ということで、ここからですね、失点シーンをちょっと見ていきます。ちょっと気になったところだけピックアップしていきますけども、正直ね、大きな差、ものすごく大きな差っていうのはなかったのかなと思いましたが、ゴールキーパー1に関してですね、それ届かないのかみたいなのはちょっとあったかなっていう、たまたまかもしれないですけどね、っていうのはありましたね。こういう、なんていうんですかね、手の出し方自体は間違ってないし、いいんですけど、単純に体倒すのが遅いのかなみたいな、シーンはちょっとありましたね。それは気になったところかなと思います。
そしてゴールキーパー2とかゴールキーパー3、ここに関してですね、ここに関しては正直ですね、基本はですね、そりゃ止めらんないよねみたいなことが多かったような感じはしましたね。ゴールキーパー1もそうなんですけど、基本的にはそんな感じがしましたね。はい。次ですね、セーブのシーンですね。セーブしたシーンを見ていきたいなと思います。どれもね、結構素早い反応はしてくれましたね。やっぱ90アベレージにしてるので、これはかなり止めてましたね。ゴールキーパー1で言うとですね、今回除外はしてるんですけど、ドロップシュートとかね、こういったところの対処は良かったですね。50% 以下のシュートに対してのドロップシュートですね、の対処はすごく良かったっていうのは一つ言えましたね。で、ゴールキーパー2に関しては、やっぱり弾くのがうめえ。これ本当にうまかったなと思いました。具体的にどういうことかというですね、全部ですね、コーナーキックになるような弾き方をしてたんですね。はい。で、これ、何がいいのかっていうと、実は私、昔ゴールキーパーだったんですけど、このね、弾く技術、これ、カーンがね、めちゃめちゃうまかったんですよ。こんなシーンなんですけど、こう、弾く瞬間にね、手首をひねるんですね。こうひねって、で、ボールにスピンをかけるんですね。スピンをかけて確実にコーナーにするっていう技術なんですけど、これクリアリングになってくると思うんですけど、これがうまかったですね。はい。なので、こういう感じで、こんなシーンですね。実際のシーンに見ていくとこんな感じで、ボールにやっぱこうスピンかかってるの分かりますよね。全部こうね、スピンかけてコーナーになるように弾いてるんですよね。はい。この技術がすごく高かったなと思いました。で、例えば比べてみるとですね、これはコラプシングなんですけど、こんな感じで、この分かりますかね、ちょっとスピンが弱いの、甘い感じ、分かりますかね。ちゃんと弾けて、基本はね、ちゃんと弾けてるんですけどね、甘かったシーンもあったというところですね。はい。で、ゴールキーパー3に関して、これはですね、やっぱりコラプシングがうまい、速い、こんな形でした。で、そもそもコラプシングって何なんだっていう人いるかなと思うので、やってきました。ですねこんな感じで、ちょっとスーツで申し訳ないんですけど、足で届かないところにシュート打たれた時に倒れ込むんですけど、この足をですね、こう抜くんですね。この足を抜いて倒れ込むとこなんですけど、ちょっとこんな感じで、こんな感じでね、こんな感じですね。いい例ありました。これ、シュマイケル、これ見た方が早いですね。シュマイケルのこんな感じ、こう足抜いてるの分かりますかね。こうやって弾いてるの。はい。で、実際のシーンで見ていくとですね、こんな感じで、ノンステップセービングですね。いわゆる、その場で倒れ込んでセービングするようなことですね。こういったところがやっぱりうまかったなって、早かったなと思いました。ちょっとね、ゴールキーパー1と比べるとこんな感じなんですけど、これほぼ同じコースのシュートなんですけど、この倒れ込むのがですね、完全に遅いの分かりますかね。コラプシング、この倒れ込みが遅いということが分かるかなと思います。結果的に届いてるっていうような、この違いが出てくるということが分かりました。ということで、今日は結論。パラメーターそれぞれの得意なシュートがあるとします。はい、いろいろ見てきましたけども、やっぱり得意なシチュエーションがやっぱあるようなね、感じはしました。その上でですね、やっぱ運要素、やっぱどんなゲームでも運要素は必要なので、この運要素が必要になってくるんですけど、このパーセンテージがこのパラメータによって変わってくる、その捉え方がいいのかなと思いました。まとめておくと、ゴールキーパー1はですね、変則的なシュート、ドロップシュートとかね、無回転とか、腕の出し方がうまい。ゴールキーパー2に関して弾き方、キャッチできないシュート、インパクトとかね、今回みたいなところとか、触れてしまえばですね、かなり強いということが分かりました。そして、ゴールキーパー3、ここに関してはノンステップですね、ノンステップセービング、コラプシングのことなんですけど、が強いと、速いということ、あとはキャッチング今回に強いということは言えましたね。ちょっとこれの結果をね、どう捉えるかはちょっとね、個人差出てきそうな気はしましたね。ただ個人的にはゴールキーパー3がやっぱり優先度は一番高い。ここは変わらないかなと思いました。ただですね、今回の検証によってゴールキーパー1と2の重要性は少し上がったのかなと思っておりますので、ちょっと育成方法を変えました。こんな感じ。やっぱ試合中コンカ打たれること多いので、ゴールキーパー3はかなり重要なのかなと。コラプシングがやっぱ強いですしね。ただね、やっぱ弾くシーン、こういうことも多いので、今回の検証を見ちゃうとね、90まで上げとくべきかなと思いました。ただね、それ以上は正直上げてなくてもそんな変わんないのかな、失点にはつながんないのかなっていう感じはしましたね。
今回でいうと87とかでもしっかり弾けてはいたのでね、だいたいコーナーにはできていたのでね、そこまでこれ以上はそんなにいらないのかなとは思いましたね。で、あといろいろ考えたんですけど、ちょっとポイント余るのがもったいなくてですね、やっぱりちょっとぴったりゴールキーパーに全部使いたいなということで、こんな感じでやってきましたね。で、今後はなんですけど、根下編とかね、センスリフレクティングとかね、振ったらどうなるのかとか、あとはバランスよく振ったらどうなるんだとかね、この辺もねちょっとやれたらやりたいなと思いますので、何かリクエストがあればコメントで教えていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年度内2万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回でね、新種マイクでやってきました。いや、これも結構面白かったですね。いやー、ちょっとっていうか、あとはスーツ姿の自分が思ったより動けてないということにびっくりしましたけども、また今後、よろしくお願いいたします。ということで、今の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。